皆さんこんにちは。こんにちは。いつも寺田夫婦をご覧いただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。私たちは日本一周を経て静岡県富士宮市に移住しました。僕たちが移住したのは2025年の4月30日です。ゴールデンウィークとともに移住したような形なんですけど、現在6月上旬で移住してから1年と1ヶ月ほど経ったような感じです。移住してみたリアルなお話をしていきたいと思います。タイトルにもありますように本音を包み隠さずお話ししようと思っております。今回の話の流れとしてはこちらです。たくさんありますね。項目そんなんないよね。まず富士宮に移住して良かった点についてお話しします。正直良かった点がたくさんあるのでたくさんお話ししていきたいと思います。まずはアクセスがいい点です。日本の中心にあります通り、北にも南にも大変行きやすく、交通の便も整っておりまして、高速道にも近いですし、車であちこちする私たちにとってはとても旅もしやすい、お出かけしやすい場所になっています。特に電車を使って僕東京に行くことがこの1年間多かったんですけど、いやもう本当に思いますけど近い。言うて鈍行を使うので3時間ぐらいはかかっているんですけどね。それは自分らのお金事情が垣間見えるお話となっております。富士市の方から乗れば新幹線使えば1時間弱で着きますし、高速で行けば2時間で東京まで行けるという、正直それが一番驚いた点でもあるんですが、かなり関東へのアクセスがいい点も僕は気に入っています。主に東京の方が近いので、どちらかというと北側に行くことが多いです。浜松に行くのと東京に行くのがだいたい一緒ぐらいの感覚確かにでいるので、愛知まで、隣の県だけど愛知まで行くには時間かかるから東京の方に行っちゃうとか北の方に行っちゃうことが多いんですけど、宮崎県に住んでた時よりかは隣接する県が多いっていうことも魅力的ですね。フラッと山梨に1時間で行けたりとか、自分たちの好きなアーティストのライブも東京まで車で行きましたし、埼玉だったりとか長野だったりとか、本当に遊びに行くにも最高です。日帰りで茨城県まで行きましたけど、それも4時間ちょっとぐらいで行けたので、かなりすごい場所だなというふうにひしひしと感じています。次は気候についてですが、気候は地元宮崎県にかなり似ていると感じています。すごく暑いわけでもすごく寒いわけでもない、ちょうどいい感じです。夏は年中どこも暑いと思うんですけど、そんなに特別寒かったり暑かったりっていうのは感じていません。とても過ごしやすいです。冬なんですが、富士宮っていう地域はかなり坂の多い町なので標高差もある地域になってます。僕たちが住んでいるのは富士宮駅周辺になりますけど、その辺はもう雪がちらついた程度、かなり寒い時に雪が積もったことはなかったですし、30分ぐらい富士山に近づいていけば今度は雪が降ったりとか、そういった気候の違いも楽しめる場所ではあるのかなと思っております。確かに近い範囲でそういう寒さを楽しめるっていうのはあるかもしれないですね。それに涼しさを求めたければこの時期とか夏にかけてよく有名な麓っ原キャンプ場周辺もかなり涼しくなるので、そういった楽しみ方もできて気候もすごくいいなと思っております。行っても0度みたいな感じなので、すごく贅沢な良い気候だと思います。去年の夏そこまで強く感じなかったんですけど、ここ最近湿気も出てきだして、蒸し暑いなっていう風に感じるのはあるんですが、移住したての時は湿気全然宮崎よりないですってよく職場の人とかにお話ししてたのを懐かしく思います。慣れたこともあって、やっぱりこの時期ならではの湿気は少し感じるようになったかなぐらいです。聞いた話によると、下に川が流れてるからその川の湿気が上がってくる。クローゼットとかに吸湿剤入れてるとすぐ水が溜まるよって言われたことがあって、実際に住んでみてあんまり感じたことないし、そもそも実家のそういうのとか常に水溜まってたから、それに比べたらそんなない気もするんですけど、私たちの感覚で言うと普通ぐらいかなと思います。宮崎、鹿児島に住んでる方は分かると思いますが、あと福岡県も夏になってくると湿気が多すぎて、もう外に出ただけで体中ベタベタになるぐらい暑いところに住んでいたので、そこまでは僕たちは感じていないっていうのが素直な感想ですね。あと台風についてなんですが、ここの富士宮市っていうところは台風は通ることはあるかもしれないですけど、この1年間で僕らの周辺では全くその台風で困ることがなかったので、地元の方にもよると台風の被害を受けることはほとんどないというふうに聞いているので、そこも安心できるポイントだなと思います。九州だったら年に何回台風直撃してたのかっていうところで、周辺の学校が休校にならないというところも、ある意味新鮮だなと思っています。
宮崎ってこともあって学生時代はよくそれで休みになってることも多かったなって思いながら喜びながらで、そうね、その時は喜んでいたのも懐かしいですね。こっちに来てから本当に台風当たってないね、幸せなことです。とこれは移住の条件にもあったところではあるんですが、自然が身近にあるっていうところもやっぱりいいなってすごく感じています。この1年間で富士宮の観光数回出かけたのもあるんですけど、富士宮市もしっかり回ったりとか富士市の方まで行って自然も堪能してきたんですけど、やっぱりこの周辺に来る方たちはアウトドア目的で来られる方も多いですし、僕たちも実際行きやすい場所に住んでいるので、去年はね1年間であまりアウトドアを楽しめていないっていうのは仕事の関係上あったので、今年以降は少しずつ増やしていきたいなって思ってます。あとは気候の話もありましたけど、めちゃくちゃ寒かったりとか、ちょっと標高高い富士山側に行けば涼しかったりとかもするから、夏でもアウトドア楽しめるのもすごくいい点だと思いますし、川とかもすぐそこにあるしね、海は隣町の富士市まで降りないとないんですけど、山があって川があって木々も多くて、すごく私たち自然が好きな人にとってはすごく癒しの空間でもありっていうところがいいところです。移住者の人とお話した時にやっぱりアウトドアとかしやすいとか、海も近くに割とあるっていうところで気に入っているようです。釣りする人も多いもんね、それに関連してこの富士宮市っていうのは僕たちにとってはかなり程よい街感だなと思ってます。もともとの条件として割と利便性がいいところっていうのはあったので、問題なくむしろ快適に過ごせています。買い物で不便を被ることはほとんどないです。そうだね、何でも揃ってるし、なぜかわかんないけどドラッグストアが多いから結構ドラッグストアで買い物することも多いし、本当ある程度もう地元のスーパーもある、イオンもある、カインズとかもあるから日常で困ることは全くないです。強いて言うならワークマンカラーズが近くに欲しいなっていうワーク個人マンプラ的な意見。スはありますそうそう、あそこはね。でも本当に便利がいいので困っていません。はい、あとは人柄のところなんですけど、とても人が優しくて居心地がいいところです。皆さんとても優しいですね。温かい人がすごく多くて近しいものを感じてたっていうのもありましたが、実際に1年間住んでみてもそこの認識は全くずれることなく、皆さんとても優しいです。すごく田舎ってわけでもないし都会ってわけでもないから、自分たちの肌感がすごくフィットしやすいというか、割と私たちは田舎な方なんですけど、別にそこでギャップを感じることもないから、人との関係性っていうところでも違和感なく過ごせていると思います。少なくとも人と人とのやり取りの中でストレスを感じたりとか、誰においてもそれはあり得ると思うんですけど、富士宮に移住してからは僕たちはほとんど人同士の関係でストレスを感じることも基本的にないので、ないね。個人的なもちろん人間性っていうのはあるので、そこの不一致みたいなのはあるんですけど、全然ない。富士宮市の方とか本当に温かいし、優しいし、なんかね違和感ないよね。それぞれ勤務してるけど客層の方たちも優しい方多いなってすごく感じてるし、温かいですね。温かい。富士宮の人が言うにはのんびりしてるって言うんですけど、宮崎の方がもっとのんびりしてますっていう説明をするぐらい、自分たちからしたら全然普通っていうぐらいかな、つまり俺たちものんびりしてるってことですよ。分かってるでしょ、それは逆に移住者として来てる身としても、寺田さんはちょっとのんびりしすぎだねとかは言われることないから、多分馴染んでるのかなって勝手に思っています。はい、それに加えてだけど、この地元の人たちと話してて、方言が僕らは可愛いなって思って聞いてます。特に俺が言うのはなんとからもうよく言ってるの聞くんですけど、なんとかさって言ったり説明する時にこうさ、こうなんとかなのさ、そうやって話してたりとか、お母さんたちの会話聞いてて、お客さんのうちの子たちっていうの、うちのこっちとか、めっうちゃ言う、ちのこっち普通に聞いてて可愛いなって思って聞いてた。ちゃんと聞き取れるし、難しいっていうことも考えることないので、話しても楽しいなって思いますね。はい、良い点としてはこんな感じなんですけど、今移住して1年目の感じだと特に本当にいいところがたくさんあって、何も不便もないし住み心地もすごく良くて大変気に入っております。ただ少しは困ることもあるので、次は困る点についてお話ししていきます。まずは富士山に近い場所なので予測もつくかもしれませんけど、坂道が多いということです。坂
町って各地にたくさんあると思うんですけど、まあマシな方だとは思う。めっちゃ急な坂があるわけじゃないけど、常に坂って感じかな。緩やかにずっと坂、で地元の人たちはだいたい電動チャリです。電動チャリと車の移動が多いので、自転車だと平坦なところが少ないので、やっぱ電動になるんだなって思って生活しています。あとさらに富士宮駅周辺は特に一方通行が多いというふうに思ってます。自分家の周りもかなり一方通行なので、遊びに来てくれる人とかには一方通行なので気をつけてくださいっていうのをよく言うことが多いです。で道幅もそんなにね広くはないので、一方通行で道を遠回りしなきゃいけないっていったところで、たまに困る時があるなって思ってます。慣れてきたらいいんですけど、やっぱ移住してまだ言うて1年目なので、そういったところは気をつけて運転しないとちょっと危ないこともあるし、そう遠回りしなきゃいけないっていうのはちょっと不便なところもあります。今は通勤が車ではなくてお互い今持ってるロードバイクでの通勤なので、とても大変なところはあります。坂道を帰り道に登るっていう疲れたなっていう中で坂道を登るっていうのは結構きついです。富士宮市をいろいろ回ってると本当あちこち坂なので、その物件を探してる時にいろいろ見てたじゃん、この地域だったんだ、ここの辺りの物件ってなると、ここら辺めっちゃ坂で大変そうだったねとか、結構そういう会話で盛り上がるので、富士宮市に移住することを考えている方はその点もご了承くださいっていうところでしょうか。これは僕たちにとっては結構重要なところで、だいぶ重要だと思う、はい、温泉が少ないという点が困る点かなと思ってます。近くの安茂の湯っていう温泉があるんですけど、そちらももう終わるらしいですね、閉まるみたいだね。あとは若潮が多いのが、私的にはもうちょっと富士山の近くだしとか勝手に思ってたところがあったので、割と数パーセントとか価格が高めの温泉が多いんだなって思っています。こう日常的にじゃあ温泉行こうって言ってすぐ近くに温泉がないところ、スーパー銭湯ということで価格が高めなのも僕たちにとっては困ってる点の一つかなと思います。逆に静岡県サウナにも力入れているので、富士宮に結構有名な高野湯っていうところが富士宮にはあるんですけど、そこのサウナ県内でもトップ3に入るところらしくて、でも日本一周中に行ってたっちゃろそこ。たまたま僕らは行ってたんですけど、その時にサウナ入れなかったんですよ、工事してて、で偶然行った時にここ行ったことあるってなってそこのバレルサウナがもう激アツすぎてもう入ってられないぐらい暑くて、すごいサウナもあるので、そういった楽しみ方はできると思います。静岡県内にはやっぱ温泉が有名なところも点在してるので、あくまで言うのは富士宮市にそういった熱い温泉施設が少ないなっていう印象っていうだけです、これは多分私たちだけ思うことかなと思います、アクセスがいいとは言ったものの、公共交通機関の便が少し不便って感じる時があります。富士宮は電車を使う時に身延線っていうのを利用するんですけど、一回富士市で毎回乗り換えを行わなきゃいけなくて、たまに沼津とか三島まで直通するのもあるんですけど、東京行く時に鈍行だと3回から4回ほど乗り換えなきゃいけないのと、乗り換えのために結構時間待ったりとかっていうのもあったりするので、宮崎と一緒で本数が少ないっていうところもあるので、そこの不便はたまに感じることがあります。実際にこの間三島の方に観光に行った時に、三島だったら乗り換えしないでスムーズに行けるねとかなんていう話もしたところだったので、富士宮市だった場合は電車っていうところで乗り換えが必要になってきます。あとはそれに伴い九州に帰りづらいというところが困る点です。前回宮崎に帰省した時は車で帰ったのですが、今年は夏に飛行機で帰ろうと思っています。その理由としては、実際に飛行機代と高速代、ガソリン代、そしてフェリーも使ったので、その代金を考えるとそんなに大きく変わらなかった。で車だとそれなりに時間と自分たちの体力も削られるっていうところもあったので、一旦飛行機で帰ってみようっていう話になっています。飛行機で帰るにも東京まで行かなきゃいけなくて、静岡富士山空港からだと福岡か鹿児島には飛べるんですけど、さすがに宮崎に直通はないので、一旦東京から、あとは費用の面も考えて多分東京から宮崎に飛ぶ、あとは福岡に飛ぶとかの方が安くで帰れると思っています。って考えるとやっぱちょっと帰りづらい、何かあった時とかちょっとすぐ帰りたいっていう時には帰りづらい場所にはなるのかなと思っています。九州から静岡県に移住される方とかも、多いとは思いますし、いろんな県から静岡県に来るっていう
移住者も大変増えているとネット記事とかでも見ました。この地元に帰るっていう交通の便も考えると、富士宮市の位置は少し不便な位置にあるとは思います。また宮崎に帰ったりとかする様子は動画にもしようと思うので、飛行機で帰る時はどんな感じなのか、まだ楽しみにしていただけたらと思います。という感じで、困った点は、僕ら中心の話になるので、世の中の方たちが困るとはまた話が変わってくるかもしれません。意見がかなり多かったように、僕らの本音としては富士宮市すごくいい場所だなと、かなり気に入っていて、会う方に移住してどうって聞かれますけど、もうすごく気に入ってますっていう風に毎回話してるので、まだ1年ですけど富士宮に移住してよかったなと思っております。近くに住むお友達も移住した子がいるんですけど、この間も話しましたけど不便ないっていうか、その気に入ってるねって話になったので、とてもおすすめの場所ではあります。次に僕たちの日常についてもお話ししておこうと思います。見ても分かる通り家具が増えたというようなところですかね。まずはそれは当たり前だろうと思うかもしれないけど、私たちなりにそれなりに増やしたぐらいのレベルで家具は増えましたが、あんまり増やさないように意識はしています。移住して気に入ってはいるんですけど、永住することはまだ今のところ決まってもないですし、もしかしたらこのお家からどっか別のお家に引っ越す可能性もあるので、できるだけ家具は少なめに、だけど快適な空間を作れるように意識した結果、コーヒースペースが豪華になったよっていう感じです。かなり物多いじゃんって思われたかもしれませんけど、正直言ってこのリビング以外では物がほとんどありませんので、変わってません。しかも移住してから最初に3ヶ月ほどはキャンプの机と椅子で過ごしていて、今人が来てもいいようにとか、今後のことを考えた時用にこういった4人掛けのテーブルを、そうだね、購入したりとかっていうのがあったので、その辺は変わったところかと思います。でも日本一周中の不便さを感じてるから、この家という空間ってすごく便利だなって思いますね。ありがたいと思います、このお家があるということは。そうですね、私たちが移住した時に移住しましたっていう動画を公開させていただいてるんですけど、りょうくがモデルコーヒーで働いていることについては詳しくお話しさせていただいていたんですけれども、私の方がエステ勤務を辞めまして、今はカフェ業務をしております。もう世界的にも有名なチェーン店で働いておりまして、そちらで私も今後、やっぱり2人でコーヒー屋さんをすること、カフェを開くことが夢ではあるので、夢に近づきたいのと、自分のやりたいことをやろうっていうところ、実際にやってみていろんな学びもありましたが、それを踏まえてやっぱりカフェ業務をやってみたいなということで、今はカフェ勤務しております。いろいろラテ入れたりだったりとか、コーヒーは機械で入れますが、いろんなこともコーヒーにつながっているので楽しい日々を送っております。かなり充実した生活を送っているので、なかなか YouTube も上げられなくなっていますが、仕事の方は順調でございます。僕も移住した動画でモデルコーヒーで働いていることを詳しくお話しさせていただきまして、それからですね、かなり多くの方々にモデルコーヒーに足を運んでいただいたりとか、外販先に足を運んでいただいたりとか、僕自身もここまで来てくださるとかお会いできるとは予想していなかったので、正直驚いています。それに加えてかなり嬉しいです。僕たちの動画を以前から見てくださってる方たちはもう僕たちの顔を知っているので、どんな人間かも大体もう包み隠さず出しているので分かっていただいていると思いますが、僕たちはその相手の顔を見ることはできませんでしたし、やっぱり僕たちはずっと前から見てくださってる視聴者さんともお会いしたいという気持ちは常にあったので、来て声をかけてくださったりとか、いつも見てますって当時の話も含めて、僕たちのことも含めていろいろお話ししてくださるのがすごく嬉しくて、動画でお話ししてよかったなというふうに思っています。そうだね、私自身はあまり会える機会がないんですけど、会える時は私も足を運んで一緒にお話ししたりとかさせていただいて、本当に皆さん温かい方たちばかりで本当にほっこりさせていただいております。りょうくんに会いに来てくださった方とかは、帰ってからこういう方だったよとか写真見せてもらったりとか、逐一報告を受けているので、ぜひたくさんこれからももし機会がありましたら足を運んでいただけたら嬉しいです。また移住動画を見て富士宮市、富士市の方、地元の方もお店に足を運んでくださるので、その動画をきっかけに知っていただけて嬉しく思っております。実際にお店に足を運んでいただいた際に自分がいないタイミングでお会いできなかった方々もたくさんいらっしゃいます。その説は来ていただきありがとうございました。お会いできず申し訳ございませんでしたっていう気持ちがいっぱいなんですが、僕たちもインスタグラムとかやってるので、事前にこの日に来ますけどどうですかとかいう風にお声掛けいただけると、実際の勤務状況をお伝えできたりとか、僕たちももちろん休みの日とかはありますので、いらっしゃる日にどうかっていうのをお伝えできると思うので、もし今後いらっしゃる方がいらっしゃれば事前にご連絡いただけると、気軽にご連絡いただけると嬉しいです。モデルコーヒーのスタッフの方たち、同じ職場
場の方たちもすごく優しいので、お店に視聴者さんが来てくださることもすごく理解をしてくださってます。僕自身もスタッフに頼っている部分もありますし、温かく迎えてくれると思います。スイーツだけじゃなくて食事も充実してますし、カフェ利用もできるイートインスペースもありますので、また機会ありましたら足を運んでください。よろしくお願いします。あと日常としましては、この1年の間に自分たちのコーヒー屋もスタートすることができました。はい、こちらに並んでいますけど、これ以外の品も含めて自家焙煎コーヒーや気分を開業いたしましたので、はい、僕が焙煎したコーヒーを実際に飲んでいただける場を設けることができました。もうすでに3回の販売を終えまして、たくさんの皆様、ラファミの皆様にでいただけてるかと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと不定期になることもあるんですけど、実際に販売する時にはインスタグラムにて販売告知などさせていただいておりますが、別に LINE 登録をしていただくと LINE の方でも告知をしております。ぜひ今度買ってみたいなとかいう方がいらっしゃいましたら、公式 LINE の方登録していただければお知らせの方も配信させていただきたいと思います。実際に豆を買っていただいて飲んでいただける機会を設けることができるようになりました。はい、まだ1年目ということもあって安定した販売期間というのを設けられていないんですが、少しずつ自分たちも慣れてきた部分も出てきたし、こうしていきたいというのも出てきたので、まずはネット販売を通して美味しいコーヒーを皆さんに今後もお届けできるように努力と改善を続けていきたいなと思っています。こちらの概要欄の方に公式 LINE のリンクも載せておきますので、ぜひそちらの方をご登録いただいて、今後の新しい新商品だったりとかお得なクーポンとかもここでいち早くお知らせしていきたいと思っています。まだ登録されていない方はぜひ概要欄のリンクの方からチェックしてください。お願いします。お願いします。こんな感じで日々仕事と、YouTube と、コーヒー豆と、いろいろと充実した毎日を送っているのが現実でございます。で、今後やりたいことだったりとか行きたいところも、あるので、それについて話したいと思います。コーヒー関連については、出店だったりとか露店とかを実際やってみたいなっていうのはずっとあって、それは何でかっていうと、コーヒー豆ってお届けはできるけど、できれば私たちが入れて飲んでいただくっていう機会が欲しいなって思っています。その方が話もできるし、実際にりょうくんの入れるドリップコーヒーとかも飲んでいただけたりするので、そういう場を設けられたらいいなと思っています。あとは旅に関しては車中泊アウトドアは継続的にやっていきたいんですけど、せっかくこの移住して好立地な場所に住んでるので、新幹線とか使って遠出したいなっていうのもあります。あとはこれまでは車中泊だったけど、ホテルだったりとかにも泊まりたいし、日本一周中にはできなかったことを今度はいろんな各地でやってみたいという願望だけはあります。欲望にも見れてますね。そうですね、現実にはならないけど、やってみたいことを言うのは自由だから言うと、新幹線の旅とか宿泊だったりとかはしてみたいです。今後やりたいことは、せっかく富士宮市に移住してるので、結構お祭りとはイベントごととかも多いです。酒蔵さんも多くあるので、去年行けてないですもんね。そう酒蔵蔵開きか。蔵開きだね。行けてないし、2026年の年末年始は、帰る予定なくて、接客業ってこともあって仕事だと思うので、年末年始に結構イベント、マラソンとかもやってるのかな、季節ごとのイベントも見てみたいと思っています。あとは行きたいところに関しては、だいたい私が行きたいところをいつも言うんですけど、北海道そろそろ行きたいなっていう思いがあるのと、あとは沖縄も行きたいなってずっと言ってるのと、近々行きたいところは長野、四国は行こうかなって思ってるんですけど、遠出をするのも時間がかかったりとか日にちを大きく持たないといけないので、年に2回とかはちょっと遠出したいっていうところを挙げると、四国、東北、今行きたいところはないんですね。ありますけど、亜美さんを優先して考えたいと思っていますので、そうらしいです。とにかくね、その余裕を持たせられるような生活基盤ももっとちゃんと立てていきたいなと思って日々頑張っているので、まずはコーヒー店に向けてやっていくっていうところがあるんですけど、2人の生活基盤を整えつつ、いろんなことも楽しめるように頑張っていかなきゃいけないなと思って日々頑張っているところです。あと本当はもう6月にも入ったということもあって、私はずっと山形のさくらんぼ狩りのバイト行こうって言ってるんですけど、多分叶わずになってしまうと思います。それはね、去年山形行ってますからね。そうさくらんぼバイトに一人で行きたいとか言ってるんですけどそれは僕はさくらんぼ食べれるのにはしない。あとはやりたいことは結構ずっと言ってはいるけど、現実にするのは難しいことで、プチオフ会みたいなのはいつかやってみたい、全然やるとか決まってないけど、やりたいこととしてはあります。やっぱり皆さんとちょっと小さいコミュニティでいいのでお話ししたりとか、それこそコーヒー飲んでもらったりとか、お酒飲みながらお話ししたりとか、やるならキャンプ場でいいかなとか、勝手な理想なんですけど、
そういったことは今後やってみたいことの一つとして挙げられます。正直日本一周終わってからは YouTube の更新頻度も低くなってはしまってるんですけど、2人の生活に合わせて無理なくやっていきたいと思っているので、ご理解いただけたら嬉しいです。 YouTube はパタリとやめることは今のところ考えていませんし、移住生活も一旦は続けていく予定なので、今後旅だったりアウトドアとか私たちの日常をまた定期的に覗きに来ていただけたら嬉しいです。コーヒーについても次はブレンドだったりとかデカフェなんかを試作していこうっていう風に考えているので、こちらに関してはまたご紹介させていただこうかなと思います。また楽しみにしていただけたらなと思います。今回は富士宮市に移住して1年経ちましたという本音をお話しさせていただきましたが、本当に静岡県は移住地としてもかなりランキングが高い町になっています。実際に住んでみてすごく気に入ってるし、住みやすいしおすすめの場所なので、移住を検討されている方がいらっしゃいましたら参考にしていただけると嬉しいです。静岡県に移住してからありがたいことに富士宮市だったり富士市の方に私たちのことを知ってもらえるきっかけにもなりまして、私たちも正直まだ開拓しきってはないので、おすすめの場所等ありましたら静岡県内のおすすめや、あとは近隣の県の皆様おすすめを教えていただけたら、私たちも休日に足を運びたいと思います。ぜひコメント欄によろしくお願いします。お願いします。それでは今回の動画はここまでです。僕たちの動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それ以外にも公式 LINE や Instagram の方もやっておりますので、気になった方はぜひそちらの方からフォローと登録の方よろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さようなら。さようなら。では今回の動画はここまでです。今回言ったかな。言ったよ。じゃあ行くよ。何を行くの？じゃあ行くよって何を行くんですか？同じこと繰り返す。